雪が溶け始め、新たな芽が今か今かと待ち望む頃、ようやくこの村にも爽やかな風が吹き出した。雪音、今日は集い場に行ってくれよ。集い場とは村の中心地のことであり、雪音たちのように村から少し離れたところに住んでいる者たちの間ではみんなそう呼んでいた。食料庫に行くの？そろそろ家のものだけでは足りなくなってきているからな。なら私も行く。こうしてテルと雪音は集い場に向かった。いつ来てもここは人でいっぱいだね。普段は静かな村の離れにいるから、たまにここに来ると活気をもらえる気がするよな。そう言うとテルと雪音は食料庫の中へ入っていった。中には米や野菜、果物、肉の燻製などたくさんの食べ物が並べられていた。さて、今回の目当ては置いてあるかな。テルと雪音は狩人が提供している肉の燻製置き場へ向かった。あるじゃねえか。鹿の燻製？ああ、これは夜が勝ったやつみたいだな。ちょっと多めにもらっていこう。私、米置き場を見てくる。雪音が米置き場に向かおうとすると、酒の匂いを漂わせた男に肩がぶつかった。おい、ぶつかったぞ。ごめんなさい。なんだ、気の心を持たない小娘じゃねえか。それを聞いていたテルが駆け寄ってきて男の胸ぐらを掴んだ。お前、今の発言取り消せ。本当のことじゃねえか。言って何が悪い。なんだと。テルは男に殴りかかった。表へ出ろ。周りに人だかりができた。テルと男は食料庫を出た。周囲に集まった村人たちは声を潜めて成り行きを見守っていた。息を飲む者、眉を潜める者、その空気は冬の名残の冷たさのように張り詰めていた。酒に酔っているとはいえ、言っていいことと悪いことがある。今からお前にそれを教えてやる。畜生、やってやる。二人は取っ組み合いを始めた。やめなさい。村を訪れていたあがり様が二人の間に割って入ってきた。あがり様、ご覧の通り彼が雪音のことを馬鹿にしたんです。お主の怒りはわかる。しかし手を出したということは邪気を受け取ったということ。そしてそれが手を出させた。では邪気を受け取った私の悪いのですか。邪気を受け取ったということは火種を抱え込んだということだ。だから手が出てしまった。良い悪いの話ではない。この出来事に裁きはおりね。お主が手を出したところで全てが終わった。どういうことです。手を出さなければ、その男に裁きが降りていたところだった。どちらにせよ、物事というものは始まれば終わりを迎える。ちょっと寄ってただけだ。勘弁してくれ。酒のせいではない。酒がお主の弱さを暴いたのだ。お主は少し甘い汁を吸いすぎている。もっと苦味を味わうがいい。それは、もっと苦しめということですか？苦しみとは何だ。お主はまだ誠の味を知らない。甘みは取りすぎれば渇きを生む。その渇きは苦味で潤う。お主は苦味を知り、人々にその意味を伝えなさい。申し訳ございませんでした。あがり様の眼差しが今度は雪音に向けられた。お主にも言うべきことがある。私。お主の心には隙間がある。
故に捨てりる隙を与えてしまっている。心の隙間を余白に変えていきなさい。余白。余白とは風の通り道。新たな風が吹けば、そこに遊びが生まれる。心に遊びがあれば、そこに蔑みが起きることはない。何を行うにせよ、余白を大切にしなさい。そうすればもっと自分を深く愛せるであろう。雪音の胸の奥で何かが静かにほどけていく。抱え込んでいた痛みも、言葉にできなかった孤独も、ただ白い息のように消えてゆく。その感覚とともに、頬を伝う温かいものに気づいた。あれ？私、なんで泣いているんだろう。何の感情も感じない静かな涙だった。その涙を流すということは、それほどのものを背負って生きてきた証。誠にご苦労であった。その瞬間、雪音の中からあらゆる感情が湧き起こり、それが大粒の涙として現れた。本当に頑張ったな。父の言葉に甘えるように、雪音はその大きな懐に包まれていた。あがり様はゆっくりと背を向け、社のある東北の参道へと歩み出した。遠ざかるその背に、春の風が衣の裾を揺らし、やがて人影は木立の向こうへ溶けていった。